もしこの世界から酸素がたった5秒間だけ消えてしまったらどうなると思いますか？たった5秒、息を止めるだけなら余裕だよ。そう思った方も多いかもしれません。ですがそれは致命的な勘違いです。酸素が消えるということは単に私たちが息苦しくなるということではありません。それは人類が築き上げてきた文明が、そして私たちが立っているこの大地そのものが一瞬にして崩壊することを意味しているのです。空は真っ昼間でも漆黒に染まり、飛行中の飛行機はエンジンを失って墜落し、あらゆるコンクリート建築は砂のように崩れ落ちる。5秒後酸素が戻ってきたとしてもそこに元の世界はもう存在しません。今回は酸素という当たり前の存在が秘めている恐るべき物理的役割について徹底解説します。私たちが生きるこの惑星の驚愕の真実を覗いてみましょう。まず皆さんが最初に抱くであろう疑問を解消しておきましょう。たった5秒ならちょっと息を止めるだけで済むんじゃないのと。残念ながらその考えは致命的に甘いと言わざるを得ません。酸素が消えるということは単に私たちの肺に空気が入らなくなるという意味ではないのです。それはこの世界の物理法則のバランスが根底から覆ることを意味します。まず異変は空に現れます。私たちが普段見上げている美しい青空は太陽光が大気中の分子にぶつかり、光が散乱することで作られています。これをレイリー散乱と呼びますが、酸素分子はこの散乱において非常に重要な役割を果たしているんです。酸素が消失した瞬間、光を散乱させる散乱体が激減します。するとどうなるか。真っ昼間であるにもかかわらず空は一瞬にして夜のような漆黒へと変貌します。太陽の光だけが強烈に差し込み、それ以外は深い闇。ロマンチックな夜空とは程遠い宇宙の深淵が牙を向いてあなたを覗き込んできます。異変は視覚だけではありません。私たちの文明を支える音と動力が消え去ります。自動車、バス、トラック、そして上空を飛ぶ航空機。これらを動かしている内燃機関は燃料を酸素と反応させることでエネルギーを生み出しています。燃料プラス O2、パワー。この化学反応に不可欠な酸素が消えれば爆発的なエネルギー供給は即座にカットされます。世界中のエンジンが同時にストップするのです。時速100キロで走っていた車は突然動力を失った鉄の塊と化し、数万フィートの上空を飛んでいた機体は巨大なグライダーのように滑空を始めるしかありません。街からはエンジンの回転音が消え、代わりにタイヤが路面を擦る悲鳴のような音と衝突音が響き渡ることになるでしょう。しかしこれはまだ序の口に過ぎません。空の色やエンジンの停止はあくまで表面的なトラブルです。酸素が消えてから数秒後、皆さんはそもそも自分が立っている地面に疑念を抱くことになります。エンジンの停止によって街が静寂と混乱に包まれる中、本当の絶望があなたを襲います。ふと足元を見るとこれまで絶対的な存在だった大地が、まるで魔法が解けたかのように崩れ始めているのです。なぜそんなことが起きるのでしょうか。実は私たちが立っているこの地球という惑星において、酸素は単なる吸うためのガスではないからです。驚くべき事実をお伝えしましょう。地球の地殻において酸素は質量比で約 46.60%、そして体積比に至っては難度 93.77% という圧倒的な割合を占めています。酸素はアルミニウムや鉄、そしてケイ素といった元素と結びつくことで硬い岩石を形作っています。つまりこの惑星にとって酸素はバラバラの物質をつなぎ止める最強の接着剤なのです。酸素が消えるということはこの接着剤が5秒間だけ消滅することを意味します。地殻の大部分を構成する鉱物、例えば二酸化ケイ素などから酸素が剥ぎ取られれば残るのはただのケイ素の粉末に過ぎません。これはコンクリート建造物も同じです。鉄筋を包み形を維持していたコンクリートの結合が瞬時に解かれ、家もオフィスビルも巨大な橋も全てが一瞬にして砂の山へと姿を変えます。皆さんが今座っている椅子、合っている床、それら全てが分子レベルでバラバラになり支えを失うのです。さらに恐ろしいのは地盤そのものが崩壊することです。
厚さ数十キロメートルに及ぶ地殻がその構造を維持できなくなり、世界中で想像を絶する規模の陥没が発生します。足元の地面が粉塵に変わり、人類は文字通り底のない虚無へと落下していくことになります。逃げる場所もしがみつく壁もありません。世界そのものが砂時計の中のように崩れ落ちていくのです。しかし不幸中の幸いか、皆さんは地殻が完全に崩壊するのを見届けることはできないかもしれません。地面が消えるのと同時に皆さんの体の内側でも取り返しのつかない劇的な変化が起きているからです。足元の地面が砂となって崩れ去る中、あなたの体は息苦しさを感じるよりも早く強烈な衝撃に襲われます。それは酸素が消えることで引き起こされる急激な気圧の変化です。地球の大気の約 78% は窒素ですが、酸素も約 20.95% という大きな割合を占めています。この2割強の酸素が一瞬で消失するということは、言い換えれば、大気圧が瞬時に約 21% 低下することを意味します。これは、標高0メートルから富士山の5合目までを瞬くする間もなく移動させられるようなものです。この急激な減圧に人間の体は到底ついていけません。通常私たちは耳抜きをすることで内耳と外気の圧力を調整しますが、0秒で 21% も気圧が下がれば調整など不可能です。耳の奥では内側からの圧力が外側を圧倒し、鼓膜が爆発するように破裂します。激痛とともに聴覚は失われ、平衡感覚も狂い、あなたは自分が落下しているのか、それとも横たわっているのかさえわからなくなるでしょう。しかし本当の恐怖は耳の痛みではありません。あなたの命をつないでいる細胞そのものがパニックに陥ります。私たちの細胞内にあるミトコンドリアは酸素を使って生きるためのエネルギー ATP アデノシン三リン酸を作り出しています。酸素はこのエネルギー生産ラインの最後で余分な電子を回収する最終電子受容体という極めて重要な役割を担っているんです。酸素が消えた瞬間、この生産ラインは完全にストップします。呼吸ができないから苦しいという次元ではありません。細胞一つ一つがエネルギーを生成する手段を失い、生命活動の根本的なスイッチがオフになるのです。たとえ5秒後に酸素が戻ってきたとしても、一度停止した繊細な生態システムが元通りに再起動できる保証はどこにもありません。そしてあなたが体内の異変に悶絶している間、空からはもう一つの死神が音もなく降り注いでいます。それは酸素が消えたことで失われた地球最強の防護壁の欠落によるものでした。視覚が崩れ、耳に激痛が走り、細胞がパニックを起こす。そんな地獄のような状況下でさらなる追い打ちが空から降り注ぎます。それは私たちが普段その恩恵を意識することすらない地球最強の防護壁の消失です。皆さんもオゾン層という言葉は聞いたことがありますよね。実はオゾン層を形作っているオゾンは、酸素原子3つが結合した酸素の同素体です。つまり酸素が消えるということは、オゾン層もこの世から同時に消滅することを意味します。オゾン層の役割は太陽から届く有害な紫外線、特に UVB を吸収し、地上の生命を守ることです。このシールドが消失した瞬間、遮るもののない強烈なエネルギーが5秒間だけあなたの全身に直接叩きつけられます。それは日焼けなんていう生優しいものではありません。UVB は DNA を直接傷つけ、細胞に深刻なダメージを与える力を持っています。大気による散乱が消えて漆黒になった空から太陽の毒だけが純度 100% で降り注ぐのです。たとえ運よく頑丈な建物の中にいて地殻崩壊を免れたとしても、窓際にいればこの5秒間で皮膚や目に甚大なダメージを負う可能性があります。角膜が損傷し、皮膚は瞬時に炎症を起こす。わずか5秒。ですがその時間は生命の設計図を書き換えてしまうには十分な長さなのです。呼吸、大地、気圧、そして宇宙からの守護。私たちが当たり前だと思っていた酸素は、実はこれほどまでに多層的な役割で私たちの世界をつなぎ止めていたのです。さてここまではあくまで、もしも、のパニックホラーでしたが、実は笑い事では済まされないリアルな酸素の危機が、
今この瞬間も私たちの身近で静かに進行しているのです。さてここまではもし5秒間だけ酸素が消えたらという少し極端なシミュレーションをお話ししてきました。なんだ空想の話かと胸をなで下ろした方もいるかもしれません。ですがここからが今回最もお伝えしたい現実の話です。実は私たちの地球から酸素が少しずつ、しかし着実に減っているというのは SF 映画の設定ではなく現在進行形の実話なんです。まず私たちが当たり前のように吸っているこの酸素は、決して湧き出てくる無限の資源ではありません。今の大気にある約 21% の酸素は、植物やプランクトンが数十億年という気の遠くなるような時間をかけて光合成によってコツコツと蓄えてきた貯金のようなものです。しかし現在の人類はその貯金を猛烈な勢いで引き出し使い果たそうとしています。最新の観測データによると、大気中の酸素濃度は年間で約 4ppm、100万分の4ずつ減少していることが分かっています。つまり、100万円の貯金がある口座から毎年こっそり4円ずつ引き落とされているようなものです。その残高が減る最大の原因は、石油や石炭といった化石燃料の燃焼です。火を燃やすという行為は空気中の酸素を消費して二酸化炭素を作り出すプロセスそのもの。現在人類が経済活動のために消費する酸素の量は、植物が光合成で作り出してくれる酸素の量をはるかに上回ってしまっているのです。たった 4ppm なら大丈夫だろうと思うかもしれません。ですがこれを未来へシミュレーションすると恐ろしい予測が浮かび上がります。2100年までに地球の酸素濃度は、現在の 20.946% から 20.825% まで低下すると予測されています。わずかな差に見えるかもしれませんが、これは地球規模で見れば数千万年単位で起きるはずの変化を人類がわずか数百年で引き起こしているという異常事態なのです。すぐさま全員が窒息するわけではありません。しかしこの静かなる酸素現象は海洋の酸性化や生態系のバランス崩壊と密接にリンクしており、私たちの文明の寿命を確実に削り取っています。5秒間の消失が瞬時の爆発的崩壊なら、この現状は数百年かけた緩やかな窒息と言えるかもしれません。では私たちはこの見えない危機に対してどう向き合っていけばいいのでしょうか。最後に私たちが明日から意識すべき酸素の守り方についてお話しします。たった5秒酸素が消えるだけで世界は終わる。そして私たちが吸う酸素は今この瞬間も確実に減り続けている。この事実を知った今、皆さんの目に見える景色は少し違って見えているのではないでしょうか。私たちが何気なく吸い込み吐き出しているこの透明な気体は、単なる呼吸の材料ではありません。酸素はこの惑星の物理的構造をつなぎ止める目に見えない接着剤です。高層ビルを支えるコンクリート、私たちが踏みしめる岩盤、そして太陽の毒から私たちを隔てるオゾン層。酸素がなければこの美しい青い地球は文字通り形を維持することさえできないのです。私たちは数十億年という歳月が作り上げた奇跡のバランスの上にギリギリの状態で立っているに過ぎません。ではこのかけがえのない資源を守るために私たちに何ができるでしょうか。年間 4ppm の減少を食い止めるのは決して不可能なことではありません。化石燃料への依存を減らす、酸素を消費し二酸化炭素を出す燃焼サイクルを最小限に抑えること、菜食林と森林保護、酸素の供給源である地球の肺を再生させること、海洋環境の保護。実は大気中の酸素の半分以上を作っているのは海のプランクトンです。海を汚さないことは空気を守ることと同義です。これらは全て巡り巡って私たちの呼吸を守ることに直結しています。明日目が覚めた時、もし空が多く、足元に確かな地面があり、胸いっぱいに空気を吸い込むことができたら、それは決して当たり前のことではなく、この惑星が奇跡的に維持してくれている最高のギフトなのだと思い出してください。5秒間の空白が教えてくれたのは、私たちがどれほど酸素に愛され生かされているかという真実でした。この透明な宝物を次の世代へつないでいくために、今、
私たちにできることから始めてみませんか。この動画があなたの当たり前を見つめ直すきっかけになれば幸いです。面白いと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。